何これ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回敗北をしたグラカマ先輩第2弾となります。おお、今回もグラカマ先輩が活躍するのね。はい、せっかく超爆熱な CPU があるので、私なりに色々とグラカマ先輩を改造して、この爆熱 CPU を冷やしきれるのか、やってみたいと思います。もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、登録よろしくお願いします。それでは本編に行ってみましょう。まずはこちらをご覧ください。こちらは前回の検証の際に行ったシネベンチ R23 になります。途中で温度が100度になってしまったやつね。です。温度が上昇しすぎてサーマルスロットリングが起きている状態ですが、とりあえずパソコン自体は落ちることなく、シネベンチは回り続けてます。この辺りからグラカマ先輩のファンが全開で回ってるのよね。ブオーンって音がしますね。とりあえず結果がこちら。マルチが24465で最高温度は2コアが100度になりました。今回はこれを基準にしたいと思います。ほう、基準。はい、まず第一目標は、これよりも高いスコアを出す。ふむふむ。そして第二目標は、最高温度が100度にならないようにする。この2つを目標にやってみたいと思います。1も2も同じ環境で同じもの使ってだとなかなか厳しそうね。ちなみに今回 BIOS やソフトでクロックを下げたり、電圧を下げたり等はしません。あくまでグラカマ先輩のみに頼ってどこまでいけるかやってみたいと思います。果たしてどうなることやら。それでは先ほどまでつけていた、グラカマ先輩をまずは綺麗にします。グリスを拭き取ってどうするの？嫌だからグラカマ先輩を綺麗にします。どういうこと？続いてブラケットのネジも外していきます。なんでバラしていくの？嫌だからグラカマ先輩を綺麗にするんだって。まさか。続いてファンも取り外します。もうここまで来たらあれしかないわね。きっと視聴者さんならすぐにわかったと思います。ということでグラカマ先輩を綺麗にします。いやお風呂に入ってるし。ちゃんと体もゴシゴシ洗ってあげました。それから外に干して、ドライヤーもかけてあげました。いや、なんか違うような。こちらがお風呂でさっぱり綺麗になったグラカマ先輩になります。さすがに傷などはどうしようもありませんが、フィンについたホコリやゴミは綺麗になくなり、なかなか綺麗になったんじゃないかなと思います。フィンが曲がってしまってるところがあったので、直そうと思って色々やったんですが、あんまり変わらなかったのでそのままにしておきました。ということで綺麗になったグラカマ先輩にファンを付け直して、リテンションも付け直して、取り付けて完成となります。いや洗っただけじゃん。まあでももしかしたらこれで変わるかもしれないじゃないですか。起動も問題なさそうですね。ということでシネベンチ R23 を回してみました。アイドル時は20度いかないくらいなので、普通にブラウジングとかぐらいだったら問題はありませんね。ということで結果はこちら。マルチが27077で、最高温度は5コアが100度となりました。洗っただけでスコア伸びてるじゃん。相当汚かったのか、今回クーラーのハマりが良かったのか、なんか急激に伸びましたね。ただその分100度となったコアが5個となったので、まだ改善の余地はありそうですね。では次行ってみましょう。シュラララ。では続いてですが、とりあえずこちらのファンを外していきます。ほう、ファンを外す。ネジが取れたのでファンを外します。ファン取ってどうするの？はい、ちょっとファンを変えてみようかと思います。グラカマ先輩のファンを変えちゃうの？はい、こちらのディープクールのファンに変えます。あれ、このファンって。はい、先日動画に出した簡易水冷のファンを借りてきました。これ 120mm ファンだけどつくの？私も最初つかないかなと思ったんですが、ちょっと苦労しましたがちゃんとつきました。はい、こんな感じで完成しました。名付けてグランドカマクロスカイです。いや、カイって言ったって、ファン小さくなってるし。でも、光りますよ。ということで実際につけるとこんな感じです。確かに光って綺麗ね。それではシネベンチもやっていきましょう。アイドル時の温度は17度から23度とさっきよりちょっと高い感じでした。もうその時点で貝じゃなくて弱体化してない？でも、光りますよ。それだけじゃん。ということで結果はこちら。マルチが26886で最高温度は100度が4コアでした。さっき27000超えてたのにやっぱり弱体化したじゃん。
まあでもビビたるものですし、誤差のような気も。まあでも、この結果では確かに終われないですよね。そりゃせっかく記録更新したんだからそれ以上出さないと。ですね。ではさらに改造を加えていきたいと思います。何するの？それではこちらのグランドカマクロス界に、前々回じゃなかったけどね。もう一つファンをつけていきたいと思います。いやネジ穴ないし、どうやってつけるのよ。とりあえずヒートシンクに風を送りたいので、この辺にこんな感じでつけてみようかなと思います。何でつけるのよ。それはもちろん、結束バンドを、こちらを使って止めていきます。やり方はネジ穴に結束バンドを通して、それを止めるだけです。まあ特に難しいあれではありませんね。反対側も同じように止めていきます。確かに結束バンドって便利だけど、これで本当に冷えるの？わかりません。まあほらこういうのも試してみようかなと思って今回はやっています。ちなみに2枚目はこんな感じでついています。まあでも見た目には冷えそうね。こちらは名付けて、グランドカマクロス界にとします。いや買いに行って。マザーボードにつけるとこんな感じになります。おお。なんかこういうクーラーもなかなかいいわね。それではスイッチを入れてみましょう。おお、二つのファンが回って綺麗ね。それではこちらもシネベンチを回していきましょう。アイドル時は18度から23度とそこまで変わりはなかったですね。それってつまり結果も。見てみましょう。マルチが 26,984 で最高温度は5個は100度に行きました。120mm 二つの実質 240mm でも変わらないの。さっきの回の時が 26,886 だったのでちょっと上がりましたね。いやそれ誤差。せっかくファンを2つもつけたのに結果が変わらなかったのはちょっとショックですね。いやなんかそれファンとかそういでもうんじゃ。まだ諦めません。では最後の改造に行ってみたいと思います。シュラララ。それでは最後の改造をやってみたいと思います。今こちらには 120mm ファンが2つついています。二つってことはまさか。はい、そのまさかですね。3つ目を取り付けてみたいと思います。二つでも変わらなかったのに。やり方は今までと変わりません。結束バンドで止めるだけです。ただファンと LED のケーブルとかがあって、ちょっと見た目がニョロニョロになってます。このファン、すごく白いからケーブルの黒が目立つわよね。それでは完成品を見てみましょう。はい、ということで完成しました。こちらが、完全究極体グランドカマクロスになります。いやどこが完全究極体なのよ。またの名を、パーフェクトアルティメットグランドカマクロス、とも言います。いや何その王みたいな名前。ちなみにマザーボードにつけた感じはこんな感じになります。ごっつい。さすがにファンを3つもつけたらかなりごつくなってしまいました。なんかこれだとすごい冷えそう感はあるわよね。では実際に動かしてみましょう。おお。なんかすごい光り方ね。さすがに3つ並んでると迫力がありますよね。それではこちらもシネベンチを回してみましょう。アイドル時は先ほどまでと変わらず17度から23度ぐらいでした。さて温度の上がり方ですが、中盤ぐらいから一気に上がってくるんですよね。ということで結果はこちら。マルチが 27,098 で最高温度は100度が5コアでした。あれ、つまり、あまり変わりませんでした。シュラララ。ということで、今回は、打倒 i9、グランドカマクロスの挑戦でしたが、やっぱり i9 の発熱には勝てませんでしたね。とりあえず全ての結果はこちら。スコア的には一応、完全究極体が一番高かったですが、ほぼ誤差の範囲のような気がしてます。ってこれだけファン増やしても冷やせないものなの？おそらくですが、ヒートパイプの中身の経年劣化や、単純にグランドカマクロスの冷やせる限界値なのかもしれませんね。まあでもこういうのはやってみないとわからないしね。ですね。ということで、今回はここまで。もしグラカマ先輩がかっこよかったと思えたら、評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またね。